こんにちは、はるです。今回はかわいいリボンブレスレットをご紹介します。リボンって難しそう、そんなイメージがあるかもしれませんが、この作品はテグスを交差させる工程がないので、初心者の方でも作りやすいデザインになっています。さらに今回はボールチップの取り付け方やリボンをきれいな形に仕上げるコツもご紹介しています。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。マルショービーズ、今回は180個使用します。丸大ビーズ1個、テグス2号40センチを1本、70センチを1本、つぶし玉2個、ボールチップ2個、丸缶2個、カニ缶1個、アジャスター1本。この他に接着剤を使用します。まず40センチのテグスにつぶし玉を1つ通します。そしてテグスの端から2センチくらいのところでつぶし玉をペンチで潰します。そのテグスにマルショービーズを15個通します。次に丸大ビーズを1つ通します。さらにマルショービーズを20個通します。そのテグスを先ほど通した丸大ビーズに通します。そしてその隣のマルショービーズを1つ拾います。これがリボンが歪まない秘訣になります。続いてマルショービーズを19個通します。中心の丸大ビーズを拾ってさらにその隣のマルショービーズを1つ拾います。続けてマルショービーズを14個通します。最後につぶし玉を1つ通します。ここでリボンに隙間がないことを確認します。つぶし玉をペンチで潰します。この時、つぶし玉を下に向かって押し付けるようにするといいですよ。つぶし玉ギリギリのところで余ったテグスをカットします。これでリボンが出来上がりました。次にブレスレット本体を作ります。70センチのテグスにマルショービーズを1つ通します。ここでは分かりやすくビーズの色を変えていますが、ブレスレット本体の色と同じもので構いません。テグスの両端を揃えてボールチップの中から外に向かって通します。
ボールチップを指で閉じられるところまで閉じてからペンチでしっかりと押さえて閉じます。ボールチップのフックを丸やっとこで丸めます。後で取り付ける金具が取れないようにしっかりと閉じましょう。次にテグスに丸小ビーズを通していきます。まず片方のテグスに少しビーズを通してからもう片方のテグスを通します。こんな感じで丸小ビーズをどんどん通していきます。金具を含めて8センチになるまでビーズを通しました。そこにリボンを通します。両方のテグスをリボンの中心にある丸大ビーズに通します。ここもテグスを片方ずつ通していけば OK です。ここからまた丸小ビーズを通していきます。リボンを中心にして左右で同じ長さになっていれば OK です。ボールチップを取り付けます。テグスの両端を揃えてボールチップの外から中に向かって通します。片方のテグスに丸小ビーズを1つ通してテグスを2回しっかりと結びます。1回目は普通に結んで2回目はテグスを2回絡ませてギュッと結びます。結び目のところに接着剤を少量つけておきます。このまま接着剤を乾かします。フックの部分を両方のテグスで挟むようにして持ってボールチップを指で閉じられるところまで閉じます。その後ペンチでしっかりと押さえて閉じます。はみ出たテグスをカットします。丸やっとこでフックを丸めます。これでボールチップが取り付けられました。丸カンを開いてボールチップに通してさらにアジャスターを通します。丸カンを閉じます。もう一つの丸カンを開いて反対側のボールチップに通してさらにカニカンを通して
丸カンを閉じます。これで可愛いリボンブレスレットの完成です。どうでしょう？リボンの形を良くする方法やボールチップの取り付け方などコツはつかめたでしょうか？どちらもビーズには欠かせない技法が詰まっていますので、この機会にぜひマスターしてくださいね。こちらは黒のビーズで作ってみました。すごく細身のブレスレットですが、濃い色だとすごく映えますよね。どんなファッションにでも合わせやすいのではないでしょうか。さりげないおしゃれにぴったりのブレスレットです。ぜひ作ってみてくださいね。そして作った作品の画像をこちらでシェアしてみませんか？ YouTube に新しく備わったコミュニティという機能で視聴者の皆さんも画像をアップできるようになりました。皆さんの力作ぜひ拝見させてください。お待ちしてます。